世界の現代アート巡り。私たちは世界の現代アートを巡る旅をしています。今回は瀬戸内国際芸術祭秋会期に行ってきます。おはようございます。今日から僕たちの瀬戸芸秋会期がスタートです。今日は本島に行きたいと思います。本島行きのフェリーはこちらの丸亀港から出港しています。ちなみに今回はレンタカーで香川に来ました。丸亀港近くに有料ですが駐車場があります。本島行きのフェリー時刻表です。意外と本数があって驚きでした。丸亀港内には瀬戸芸インフォメーションもあります。ここでもフェリーの時刻表や瀬戸芸グッズの販売もありました。インフォメーションで本島のガイドマップをいただきました。本島に行く前にさらっと予習しときましょう。そろそろ出港の時間なのでチケット売り場に来ました。だいたい20人くらい並んでいました。本島までの往復のチケットを購入。値段は1070円でした。本日の天候は晴れ。10月ですが気温はまだまだ暑そうです。本島行きのフェリーが到着したので乗船します。今回の船は定員240名の本島丸です。無事定刻通り出港です。船内は意外にも満席でした。奥には瀬戸大橋が見えます。フェリーで約35分、本島に到着です。天気も良くて絶好のアート巡り日和です。まずはインフォメーションにやってきました。作品は大きく分けて2つのエリアにあるみたいです。まずは港近くの作品から見に行きます。インフォメーションのすぐ目の前に作品が1つあります。石井明さんの作品、フェアトレックです。オランダ語で出港を意味するこの作品は、日本で初めて太平洋を横断した帆船、関林丸をモチーフにしています。船は地面から少し浮き上がっているように設置され、まるで海と空の間を行き来しながら新たな旅に出ようとするような印象を与えます。フェリー乗り場に戻ってきました。ここで自転車を借りて作品を巡りたいと思います。自転車は1日借りて500円。電動自転車は1500円で借りられます。まずは港近くの作品エリア、泊交渉エリアから巡ります。西側の島は今回が初めてなので、新しい景色につい見とれてしまいます。自転車で約5分、一つ目の作品が見えてきました。ジャッカイ・シブリートの作品、ディスパッチです。古民家の中に入ると、布や衣服を素材にしたインスタレーションが広がっています。この布や衣服は、地域住民から集めたものを使用しているそうです。この作品のタイトル、ディスパッチには、送り出す、伝えるという意味が込められており、作者の問いかけ、後世に何を残したいか、一番大切な記憶はというテーマに対する島民からの回答やメッセージが手刺繍で刻まれています。私たち鑑賞者は布の一つ一つに刻まれた物語を想像しながら自分自身の誰かに届けたい思いと向き合うことができる作品です。次の作品も本島泊まりエリアにあります。駐輪場から北へ上がったところに向かいます。真壁陸二さんの作品、関林の家です。関林の家は関林丸の水夫、横井松太郎氏のかつての古民家を会場として利用しています。関林の家は建物の内外に様々な視覚表現を配置し、光や反射、色彩を通して建物の空間の時間性や記憶性を感じさせる作品です。真壁さんの作品といえば、小木島の細い路地を舞台に描かれた壁画プロジェクト。どちらも素敵な作品ですが、本島の作品は光と影が織りなす空間インスタレーションになっていて、幻想的な空間でした。次の作品は自転車で5分くらいのところにあります。徒歩でアート巡りしている方もたくさんいたので、時間のある人は徒歩でもいいかもしれません。到着しました。本島市民センターです。今回はこの施設の車庫が作品の舞台です。指導エリアでも体験した筧康明さんの Echoes as Air Flows です。画面には本島の港付近の映像や、これから向かう笠島エリアの映像も映し出されている中、ここから50キロ以上離れた琴電指導駅の映像もあります。なんか懐かしいですね。今回の作品もこのメガホンみたいなものに息を吹きかけることによって映像に映し出された場所でシャボン玉を発生させることができるとってもハッピーな作品です。映像はリアルタイムなので通りかかった人を見つけたらぜひ息を吹きかけてあげてください。次の作品は泊交渉エリア最後の作品です。旧本島中学校の体育館にあります。
どこかで見たことある布が入り口で風に吹かれています。こちらの作品は小竹マンさんの作品海の絵祭りです。北アルプス国際芸術祭でも登場した小竹マンさんの作品瀬戸芸ではどんな作品が見られるのか楽しみです。作者は自分で暮らし、作り、祭るという独自のスタイルで知られており、この作品も島民と協力しながら海や伝統、祭りをテーマに巨大な地上絵のような作品を制作しました。自然の土や泥、竹などの素材を使ったこの作品、どのぐらいのサイズなのかというと、伝わるでしょうか、この大きさ。地上絵の一部を切り取り再構成したこちら。地上絵の大きさを感じることができる圧巻の空間です。この空間に入ると島の土地と人、そして自然が一つに結びつく感覚を体験できます。次は2つ目のエリア、笠島に向かいます。海岸沿いを走っていけるみたいです。うわー、見てください。この絶景の海と奥には瀬戸大橋も見えます。この景色には思わず立ち止まってしまいました。海岸沿いを走っているとバス停を見つけました。芸術祭限定のシャトルバスが運行しているみたいです。1日フリー券は500円。瀬戸芸のアプリからだと400円で買えるので、雨の日でも巡りやすいです。旧本島中学校から自転車で約15分、作品に到着しました。アレクサンドル・ポノメロフの作品、水の下の空です。船の形をしているこの作品は、木や金属、ロープなど海にまつわる素材で構成されています。作者はもともと海洋探検家としての経歴を持つアーティストで、海と人との関係をテーマに制作してきました。この作品の海の中にも空があるという発想は、私たちが見ている世界の上と下の境界を揺るがすような視点を私たちに体験させます。次の作品は笠島エリアの集落内にあります。先ほど通った海岸線を戻っていきます。到着しました。笠島集落です。こちらの集落は国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された場所です。細い路地が入り組み、石垣と白壁の家が連なる景観はまるで時が止まったようです。笠島集落一つ目のギャラリーの舞台はこちらの古民家です。川島博之さんの作品、瀬戸内ストーンラボです。採石場で採取した原石や埋め立てに使う栗石などを素材にして作品を制作しています。様々な石の重さを表した展示や 3D スキャンした採石場の模型と採石音を再現した作品などがありました。石というものがただ硬く重い素材を超えて時間、技術、人の手仕事の後、社会の定義など多くの意味を感じ取れる作品だと感じました。メインのマッチョ通りから少し狭い路地裏に入ったところに次の作品の舞台があります。ルクセンブルク出身のアーティスト、ゼ・スーメイさんの作品、ムーニーチューンズです。海、月、宇宙のつながりの中に存在する本島を月の痕跡と音を素材に表現したインスタレーション作品です。直径2メートルを超える大理石で作られた月と、その空間は月と潮の満ち引きを映し出し、海と広大な宇宙の関係性を感じさせてくれます。また、奥には天井から吊るされた火山岩の作品もあります。音はほとんど聞こえない空間ですが、耳を澄ませると空間全体が囁きのように震えているように感じました。皆さんにもぜひ体感してほしい作品の一つです。次の作品も北アルプス国際芸術祭で登場したアーティストの作品です。エカテリーナ・ムロムチェワの作品、ハウス・オブ・シャドウズです。部屋の中には木彫や人形、布に描かれた絵などが置かれ、照明によって壁や天井に映し出された影がゆっくりと動きます。影の家はただの建物ではなく、現実と夢が交わるもう一つの家を意味しています。影と連動して島民から集めた子守歌や島で録音した鳥のさえずりなどのサウンドが響き、光と音に包まれながら自分の中の静かな記憶をたどることができます。次は本島の伝統を生かした作品です。この作品はアリシア・クバーテさんのレボリューションとワールドラインズです。香川県で唯一重要伝統的建造物群保存地区に選定されている笠島地区の建物を生かし、時間や空間の概念と現実の構造を重ね合わせたこちらの作品。レボリューションでは回転や軸のモチーフを通して歴史や時間の循環を象徴しています。奥の部屋にあるワールドラインズは宇宙論での世界線を想起させ、過去、
現在、未来が交差する感覚を生み出しています。視覚的なトリックを加えることで、私たちに現実と虚構の境界を問いかける哲学的で奥深いインスタレーションです。笠島集落最後の作品に向かっています。瀬戸芸の青い旗が見えてきました。到着しました。笠島では一番山側にあるこちらの古民家が舞台です。藤原文江さんの作品、無二の視点からです。部屋にひっそりと置かれた一枚の風景画は、人の目線ではなく、石の視点で描かれた風景画です。黒いサンドペーパーを削るようにして描かれた線は、まるで石そのものが自分の記憶を語っているように思えます。何百年も雨風にさらされ、人の手で割られ、歴史を積んできた石たち。その一つ一つが見てきた風景をすくい上げています。静かな空間の中で立ち止まると、石の声が聞こえてきそうな、そんな作品でした。本島泊エリアに戻ってきました。まだ見ていない作品があったので全回収します。村尾和子さんの作品、漆喰固定看板プロジェクトです。こちらの作品は、島民から聞いた言い伝えや島に活気が溢れていた時代のエピソードを調査し、図案化した作品です。本島泊エリアの民家や店の軒先に全部で7つの作品が展示されています。この看板を巡る体験は、まるで島の記憶を探す旅のようです。歩いて、見つけて、立ち止まり、その行為すべてが作品の一つになっています。作品をすべて見終えたので、港近くにある本島パークセンターにやってきました。ここに筧康明さんの作品のシャボン玉吹き出し口があります。どうやらシャボン玉の向こうで誰かが息を吹きかけてくれてるみたいです。うちわでリアクションを伝えることもできます。今日はインフォメーションの目の前にある本島スタンドというカフェに行きたいと思います。テラス席もありましたが、今日は暑いので中で涼みながら少し休憩します。自家製ドリンクやアルコールも飲めるみたいです。私たちは今日もアイスコーヒーにしました。ヘトヘトの体にキンキンのアイスコーヒーはかなり染みました。ごちそうさまでした。思っていたよりサクッと見終えたので、12時35分のフェリーで丸亀に帰ります。意外とたくさんの方が早めに帰るみたいです。丸亀駅に来ました。フェリー乗り場からは歩いて10分もかからない距離にあります。今日はまだ時間があるので、丸亀駅の目の前にある丸亀市猪熊源一郎現代美術館に行きたいと思います。ここでは画家猪熊源一郎さんの作品を中心に展示しています。約2万点の所蔵作品を生かし、国内外の現代作家の企画展も開催しています。今回は11月24日までやっている大竹新郎さんの大規模企画展を見に行きます。どんな作品があるのか楽しみです。チケットは掲載パスポート提示で1200円、一般だと1500円で買えます。香川県丸亀市にある猪熊源一郎現代美術館で開催中の大竹新郎さんの大規模個展、網膜です。大竹新郎さんは音楽、映像、絵画、彫刻など多彩な手法で現代アートの最前線を切り開き、日本を代表する現代アーティストの一人です。1988年から現在まで取り組んできた代表作、網膜シリーズを中心に廃棄されたポラロイドフィルムに残る光の痕跡を透明な樹脂で何度も重ねる独自の手法で描かれています。作品の中でもひときわ目立っていたこの作品は、高さ7メートルの大型インスタレーション、網膜や記憶ろ過小屋です。街の人々が見ていた風景や記憶を再現する小屋として設計され、30分ごとにスモークが立ち上がり、網膜の再生を告げます。見る者は作品と空間の中で過去と現在が交差する体験をします。約300点を超える作品が展開する本展は、視覚、時間、記憶をめぐる壮大な旅のようでした。作品を見終えたので、グッズショップにやってきました。猪熊源一郎さんや大竹新郎さんの作品を中心にグッズが展開されています。トートバッグやアパレルなど幅広く揃っています。T シャツがかなり魅力的でしたが、今回は我慢しました。美術館内にカフェがあるみたいなので行ってみようと思います。カフェのある3階に上がると、ここにも開放的な広場と作品がありました。この広場の目の前にカフェミモカがあります。中はモダンな雰囲気で、
落ち着いた空間が広がっています。ランチも15時までやっているみたいです。私たちはちょっと甘いものが食べたいのでケーキセットにしました。コーヒーとセットで900円。ケーキはチョコケーキとクランブルチーズケーキを選びました。ここのケーキ、店員さんもおすすめしていて、どちらも本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございます。次回の瀬戸内国際芸術祭は、芸術祭生誕の島、伊吹入子の生産地、伊吹島に行ってきます。世界の現代アート巡り。私たちは世界の現代アートを巡る旅をしています。今回は瀬戸内国際芸術祭秋会期に行ってきます。おはようございます。瀬戸芸秋会期2日目です。今日は伊吹島に行きたいと思います。伊吹島行きのフェリーは観音寺港から出ているので、今日はハイスタッフホールに車を止めました。芸術祭期間中は観音寺港行きの無料シャトルバスも出ているので、バスで向かいます。バスで約10分、観音寺港に着きました。港近くにインフォメーションがあります。伊吹島に行く前にここで少し情報を確認することができます。フェリーのチケットは券売機で購入できます。近くにスタッフさんもいました。伊吹島行きの往復チケットを購入。値段は1200円でした。実は今回、ある場所に寄るために、フェリーの時間よりも少し早めに港に行けました。それがこちらの伊吹いりこセンターです。伊吹島はいりこで有名な島なんです。朝は6時から営業しているこちらで、朝ラーメンをいただきたいと思います。店内に入ると、いりこの香ばしい香りがしてきました。券売機で食券を買います。朝8時までの限定メニューもありました。今日は伊吹そばにしました。いりこだしが効いていて、朝からでもペロリといけちゃうぐらい美味しかったです。ごちそうさまでした。9時30分発のフェリーが来ました。少し早めに並び始めていたので、フェリーに向かいます。あのポパイと思われる船の名前。なんでポパイなんだろう。今日の天候は曇り。日差しがない分過ごしやすいですが、気温が高めなので、まだまだ半袖で十分でした。観音寺港から25分、伊吹島真浦港に到着です。伊吹島の人口は約300人。伊吹いりこの産地と知られ、港には漁港らしく、大漁旗といりこの鯉のぼりがお出迎えしてくれました。真浦港には瀬戸芸案内所も併設されており、伊吹島グルメがおすすめみたいです。真浦港から観音寺港へのフェリー時刻表です。昼過ぎからも5本ぐらい出てました。瀬戸芸案内所で伊吹島のガイドマップをいただきました。早速アート巡りスタートです。伊吹島島内は道幅がとても狭く、右側通行のアテンションがしっかりされてました。伊吹島には今回初めて来ましたが、とにかく道幅が狭くて坂道ばかり。まるで小木島のようでした。少し登って振り返れば瀬戸内海を見渡せます。伊吹島最初の作品はラオス出身のアーティスト、プンポール・ポーティサンさんの作品、最後の避難所です。竹と金属でできたみこしのように見えるオブジェは、大都市へ移住した新世代の島民に着想を得たものです。竹は団結と協力の精神を反映し、金属は家や漁師の道具を象徴しています。金属の網は透けて見えて、存在しながらも忘れ去られつつある文化を示唆しています。本作は人口減少と移住による文化の喪失という緊急課題について鑑賞者に考えさせ、地域社会が持つユニークで豊かな伝統を消え去る前に大切にし、継承することの重要性を呼びかけています。次の作品を見に坂をさらに登っていきます。約3分ほどで会場が見えてきました。こちらの旧伊吹小学校内に作品があります。校舎に入るとなんだか賑やかな音が聞こえてきました。瀬戸芸の作品は2階にあるみたいです。2階に登るとまず見えたのはこちらの作品。この作品はインドネシアのアーティスト、ジョンペット・クスビダナントの作品、反響です。この宙に浮かぶ衣装や教室に鳴り響く楽器の音は、かつてこの学校に通っていた子供たちが使っていたものです。この作品の中心にあるのは、記憶と不在というテーマ。まるで幽霊のマーチングバンドが目の前に立っているように、衣装だけが宙に浮かび、音楽や光とともに
空間全体が記憶を再生するように動いています。作者は不在の更新をテーマにした作品を発表してきた作家で、音楽や演劇のバックグラウンドを活かしながら社会の記憶や変化を表現してきました。伊吹島では廃校という特別な空間を利用することで人口減少や子供がいなくなってしまった学校をアートとして見つめ直させます。作品タイトルの反響は音が壁に当たって帰ってくるように、かつての子供たちの声や音楽が今も島の記憶の中でこだましているという意味を含んでいます。静かな校舎に響く楽器の音、窓の外に見える海の景色、そして宙に浮かぶ制服たち、それらが一体となって島の過去と現在が共鳴する体験を作り出しています。隣の教室にも作品があります。こちらはアレクサンドラ・コバレバと佐藤圭さんの作品、物が見る夢です。前回の瀬戸芸からあるこちらの作品は、伊吹島の暮らしを支えた民具を集め、海の庭を表しています。漁網をいくつも重ねることで海に見えるこの作品、窓の外に広がる瀬戸内海とつながり、静かでとても美しい作品でした。小学校内の最後の作品はこちら、岡村慶三郎さんの生命の魚です。こちらの岡村さんの作品は伊吹島内の3カ所に展開されています。そのうちの一つの作品は、教室目いっぱいに広がっているこちらの作品、北冥の魚です。屏風状のパネルには巨大な魚や小さな魚が彫られており、近くで見ると魚の鱗が細かく描かれています。とっても繊細でかなり迫力の感じる作品でした。小学校の作品を見終えました。校舎の前にあるこちらのアート作品はなんとお手洗いなんです。小学校の前で販売していたいりこの天ぷらをいただきます。噛めば噛むほどいりこの味が染み渡ってとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。旧伊吹小学校の作品を見終えたので次の作品です。小学校から北へ150メートルほど歩いたところにあります。到着しました。伊吹分団豚書の倉庫に作品があります。岡村慶三郎さんの2カ所目の会場です。今回は1階と2階に大きな作品がありました。まるで海底から浮かび上がるような魚や大きな波がとてもリアルで迫力のある作品でした。次の作品は東へ約200メートル。こちらもまた細い道を進んでいきます。到着しました。伊吹島民族資料館です。この資料館には島に残る漁具や民具を展示しています。伊吹島の歴史や文化を知ることができる貴重な場所です。その展示の奥の部屋が岡村慶三郎さんの3カ所目の会場です。ここには先ほどより小さめですが4枚の作品が展示してありました。これまでの作品とは違ってより立体的でカラフルに色がつけられていました。海洋生物というよりかは人間っぽい姿や船にも見えました。次の作品は伊吹島の北側にある高台にあります。資料館から約10分くらい歩いたところにあります。時折猫に遭遇しながら細い道を歩いていきます。少し上り坂多めです。だいぶ高いところまで登ってきました。伊吹島から見る瀬戸内海の景色は新鮮でした。到着しました。栗林隆さんの作品、伊吹の木です。ここにはかつて出産する前後1ヶ月、母親が集団生活をして体を休めるための出部屋と呼ばれる産院がありました。産後の母親が家事などの労働から解放されてゆっくりと過ごせた場所だったらしいです。その出部屋があった場所にこの作品が作られました。四国産の板を何千枚も組み上げ、木の中の空間には約2500枚もの鏡が張り巡らされています。この万華鏡のように鏡に映る景色に立ち止まり、今の自分を見つめ直すための命の木とも呼ばれています。何かに悩んだり、将来に不安があったり、人にはいろんな思いがありますが、またここに戻ってきて、今を楽しむことの大切さを再確認しに来たいと思いました。最後の作品を見に西へ300メートルほど進みます。伊吹島はぐるっと一周する形で作品を巡ることができました。到着しました。こちらの作品はイリコ案です。4人の建築家からなる横浜を拠点とする建築設計事務所みかん組と明治大学の学生による共同作品となっています。2016年からあるこの作品は、かつて島で使われていたイリコを干すためのせいろや木材、瓦、石垣などを再利用して建てられた建物です。瀬戸芸期間中は私たち鑑賞者の休憩所として、そして普段は島民が語らう場所として島の中に溶け込んでいます。
港まで戻ってきました。何やら売店が出ていたので少し覗いてみます。伊吹島で採れたいりこを販売していました。せっかくなのでおかずいりこをお土産で購入。1袋500円でした。伊吹島のアート巡りもあっという間に終了。12時発のフェリーに乗って観音寺港へ戻ります。コンパクトでしたが、作品も食べ物も景色も堪能することができました。観音寺港に戻ってきました。現在の時刻は12時半過ぎ。予定より大幅に早く戻ってきました。とりあえず、無料シャトルバスに乗ってハイスタッフホールに戻りたいと思います。バスで20分、ハイスタッフホールに到着です。とりあえず、これからの作戦を練るためにコーヒー屋さんに向かいたいと思います。観音寺から車で15分、三豊市にあるズーズーズーさんに到着しました。こちらの施設、思ってたよりも広くて、カフェ以外にも畑やサウナ施設、もちろん研究所っぽい建物もありました。今回はとりあえずカフェのみ利用ということなので、早速中に入ります。コーヒー研究所ということだけあって、実験器具にコーヒー豆が入っていたりと、インテリアにもテンションが上がります。メニューはこんな感じです。コーヒー以外にもエスプレッソ系のドリンクやスコーンやケーキなどの軽食の販売もしていました。今回も僕たちはハンドドリップを注文しました。お豆はこちらのラインナップから選ぶことができました。お豆はコスタリカのお豆と秋の根というブレンドを選びました。お姉さんたちがハリオ V60 の器具で一杯一杯丁寧に抽出してくれます。コーヒーとスコーン合わせて820円でした。チョコレートのスコーンと相性抜群のコスタリカのコーヒー、めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございます。次回の瀬戸内国際芸術祭は、世界の海を股にかけた船乗りの島、淡島に行ってきます。世界の現代アート巡り。私たちは世界の現代アートを巡る旅をしています。今回は瀬戸内国際芸術祭秋会期に行ってきます。伊吹島のアート巡りを終えて、今度は須田港までやってきました。これからフェリーに乗って淡島に行きたいと思います。アート巡りできる時間はおそらく1時間程度。なんとか全作品巡れるといいんですが、淡島の作品鑑賞時間は10時から4時半。西之島エリアはだいたい4時半終わりなので、皆さんも気をつけてください。淡島行きの高速船が到着したので、船に乗り込みます。3時10分発の船なので、乗客もほとんどいなかったです。今回乗船する高速船はこちら、淡島ライン。定員70名だそうです。無事、定刻通り出港です。こちらのガイドマップは、須田港にあった瀬戸芸案内所でいただきました。現在の気温は28度。もう3時過ぎてますが、まだまだ暑いです。須田港から約15分、淡島に到着しました。やっぱり遅い時間やからか、船の乗客は島民の方ばかりでした。とりあえずトイレ休憩も兼ねて淡島の瀬戸芸案内所に行きます。淡島港目の前の淡島開発総合センターに瀬戸芸案内所が入っています。案内所には淡島の情報が盛りだくさん。ただ売店などは少なめなので、飲み物は事前に用意しておいた方が良さそうです。淡島開発総合センターには畳の休憩所も特別に用意されていて、そこには地元の高校生と地域おこし協力隊が作った三豊市のおすすめスポットの案内もありました。トイレ休憩も終わったので、早速自転車を借りに行きます。瀬戸芸案内所から100メートルのところにあるみたいです。淡島のアート巡りは平坦な場所がほとんどなので、時間があれば歩いて回れる規模です。無人のレンタルサイクル屋さんに到着です。1日500円でした。お金はこの女の子の口の中に入れるスタイルです。早速自転車に乗ってアート巡りスタートです。近くにいた地元の方が巡りやすいルートを教えてくれたので、その通りに巡りたいと思います。まずは16番の作品から見に行きます。淡島にはまるでタイムスリップしたかのような売店があったり、海に浮かぶブイを可愛く装飾したアートがたくさんあります。港から一番近い一つ目の作品に到着です。こちらの作品は青野文明さんの作品、帰り着く家瀬戸内淡島古家対流積層農家絵図像2025です。作者は直すをテーマに多くの作品を作り出しています。
特に東日本大震災以降は収集されたかけらをその土地や社会の文脈まで掘り下げて復元を試みているそうです。淡島の作品では島に残された空き家と使われなくなった家具、そして島の生活に欠かせなかった船の断片が使われています。それらを組み合わせることで、かつて人が暮らしていた時間を可視化し、島の記憶を呼び起こしています。次の作品は旧淡島中学校にあります。途中道に迷っていたら近くにいたおばあちゃんが教えてくださいました。自転車で約3分、旧淡島中学校に到着です。ここに作品がたくさん集まっています。早速一番手前の作品から見ていきます。こちらの作品は日比野勝彦さんの作品、瀬戸内海底探査船美術館プロジェクトそこそこ想像所です。海の底に眠る見えない世界をテーマにしたこちらのアートプロジェクト、海底から引き上げられた木片や石、壺のかけらなどが展示されています。そんなかけらを観察することで私たちが普段見えない確かに存在する世界を想像することができます。陸と海底のバランスの中で私たちの想像力をゆっくりと広げていくことができる作品です。次の作品も淡島中学校校内にあります。一度外に出てすぐ隣の建物です。この学校、木造建築でとても古そうですが、ほんの十数年前まではまだここで授業が行われていたことに驚きでした。続いての作品は柏木修吾さんの作品、淡島の記憶を染めるです。こちらの作品は柏木さんが4ヶ月淡島に滞在して感じたことなどを複数の作品を通じて表現したものの一つです。この手の作品は針金に和紙をまとわせて制作しています。大きな手の下の土の塊と植物は島を表現していて、人のぬくもりで島全体が成長していく様を表現しています。続いての作品は隣の教室です。日比野勝彦さんの作品、あさって朝顔プロジェクトです。2003年に新潟県の十日町市で始まったこのプロジェクト。朝顔の育成を通して人と人、人と地域、地域と地域のコミュニケーションを促し、現代社会における人と地域の関係の検証、人と人との関係性の中から創造されてくる形を芸術の根本と捉え、社会の中における芸術の機能性、多様性を試みています。続いての作品に向かいます。次の作品は青木春菜さんの作品、淡島陽家です。この大きなお面が特徴の作品は、島のおじいちゃんやおばあちゃんと協力して新聞紙や版紙を何層も重ね合わせて作られました。できたお面は島神様と呼ばれていて、淡島に古くからあるものや大切にされている場所に住んでいて、島を見守り、島の人たちと思い出を共有しながら共に生きているそうです。次の教室が校舎では最後の作品です。こちらの作品は先ほども登場した柏木修吾さんのもう一つの作品、彫刻から植物が芽吹き輪郭が変わるです。島に残る古い建物やそこに流れる時間に着目し、そこへ鉄や木、土などで作られた彫刻を設置しました。その彫刻の内部や表面には植物の種や苗が植え込まれています。時間が経つにつれ、植物が芽吹き、つるを伸ばし、やがて彫刻の形そのものを覆い、作品の輪郭が少しずつ変化していきます。この作品には完成という瞬間が存在せず、自然と共に生き続ける変化していく彫刻、とても深い作品でした。次の作品は校舎の奥にある体育館にあります。なんだか懐かしさを感じる校舎裏を通っていきます。こちらの作品はタオリグサリナさんの後悔する記憶の船ノマドギャラリー in 淡島です。中国内モンゴル自治区で生まれ育った作者は遊牧民が使う移動式住居ゲルをモチーフに作品を制作しました。中に入ると船員たちの声が響き、天窓から差し込む光と漂う音が旅の記憶と時間の流れを感じさせます。次の作品は旧淡島幼稚園内にあります。中学校から自転車で約5分、旧淡島幼稚園に到着です。こちらの作品はエステル・ストッカーの作品、思考の輪郭です。空間全体が真っ白に塗られ、その上に所々立体となって黒い線が描かれています。見る角度によって異なる表情を見せる線は、一つの思考の中に入り込んだような不思議な感覚を与えます。教室の一つは同じく白い壁に所々黒い線が置かれ、もう一つの教室には黒い壁に白い線が置かれています。
白と黒のコントラストは記憶の明るさと忘却の影を表し、ここ旧淡島幼稚園の遊び場を未来の想像の遊び場へと変えていく作品です。作品の外にも白黒の島猫ちゃんがいました。次で最後の作品です。港の方まで戻り、一番西にある作品を見に行きます。青い旗がありました。こちらの作品はグエンチン T さんの作品淡島フォールです。旧郵便局の建物が舞台のこの作品は、昔の島民や船乗りが使った通信手段の仕組みをヒントに、来訪者や島民のメッセージをモールス符号に変換しています。内部に設置された楽器がその符号を演奏し、音として空間に響かせることで、私たち鑑賞者は聴覚で島の歴史と人々の声を感じる体験ができます。作品を見終えたので、自転車を返しフェリー乗り場へ向かいます。島のあちこちに可愛く装飾された部位があって癒されたので、歩いて巡るのもおすすめです。この穏やかすぎる淡島の瀬戸内ともお別れです。フェリー乗り場に着きました。風が強く寒いので、待合所で時間まで過ごします。須田港行き17時15分発のフェリーで帰ります。淡島から高見島行きの高速船もあるみたいですね。フェリーが到着したので向かいます。約1時間半の短い滞在だったのですが、ゆっくり島歩きしたくなる雰囲気の島でした。淡島から15分、三豊市の須田港に到着です。これから港最寄りの瀬戸芸臨時駐車場に戻ります。須田港にいた瀬戸芸スタッフの方々が盛大にお見送りをしてくれました。ありがとうございました。そしていつもお疲れ様です。須田港最寄りの駐車場から車で30分、宇多津市役所に到着です。これから本日3カ所目のエリア、宇多津エリアのアート巡りに行ってきます。宇多津エリアは2025年に新設された新エリア。なんと夜8時まで鑑賞可能エリアなのです。ガイドマップも手に入れて早速アート巡りスタートです。宇多津市役所にいたスタッフさんからおすすめの巡り方を聞いて、まずは宇多津にあるゴールドタワーにやってきました。市役所から車で10分くらいで到着しました。ここにある作品は夕日が沈む前の空がオレンジ色に輝く時に鑑賞するのがおすすめということで、今絶好のタイミングかもしれません。ゴールドタワーも輝いています。石澤敏孝さんの作品、色のない翼の彼方です。この作品は2枚の無色透明なアクリル板を使った彫刻で、それぞれを手作業で削り、磨き上げることで、まるで翼が空気に溶け込んでいるような形をしています。アクリルの表面には細かな傷や揺らぎがあり、太陽光や風、海面の反射を受けて、時間とともに刻々と表情を変えます。テーマは水平線への記憶と距離。遠くにいると思っていた存在は、実はすぐそばにいるかもしれない。そんな思いを無色の翼で表現しています。宇多津の臨海公園にある作品を見終えたので、これから宇多津市役所に戻ります。芸術祭期間中は無料のシャトルバスが運行しております。インフォメーションまで戻ってきました。ここからは歩いて作品を巡ります。ぐるっと一周する形で巡れるみたいです。最初の作品はインフォメーションの向かい側にある作品です。もともとお米が保存されていた旧農業協同組合倉庫の中に作品が展示されています。こちらの作品はシガリット・ランダウの作品キャパシティです。作者は通常の10倍の塩分濃度があり、ほとんど生命が育たない湖として象徴的な視界に素材を沈め結晶化させた作品を作り上げています。この廃倉庫はもともと地域の農業や物流を支えていた場所で、古い鉄骨や木材の梁、コンクリートの床など使われなくなった建物の質感が作品と響き合っています。もう一箇所ランダウの作品があるみたいなので鑑賞券をいただきました。次の作品は動画にも何度か登場している私たちの大好きな作家の作品です。着きました。この一軒家の中に作品があります。こちらの作品は山本元井さんの作品時を紡ぐです。奥能登国際芸術祭、北アルプス国際芸術祭で見てきた山本さんの作品。今回は和室や茶室といった歴史ある建物の中にまるで網のようなパターンを塩で描いています。かつて塩作りや漁業で栄えた宇多津の海と塩、網の形を思わせる造形が作品全体に地域の記憶を宿らせています。
今回の作品は作品の上に橋が通っていたり、畳に座ることでより近くで繊細な作品を見ることができました。山本さんはこの塩を最終的に海に返すこともあり、作品は完成しても永遠には残らず、時間の循環や儚さを象徴されています。そしてなんとここでは山本さんと同じ道具を使って描く体験ができました。山本さんを意識してみましたが、本当に難しかったです。山本さんの作品に夢中になっていたらいつの間にか外は真っ暗になっていました。時間も限られているので少し駆け足で巡ります。到着しました。八幡神社です。どうやらここに作品が展示されているみたいです。シンガポール出身のアーティスト全定さんによる作品ザ・インパレイティブ・ランドエスケープです。舞台は八幡神社。浄化をテーマに透明のケースに入れられた盆栽を浮かせるようにして設置。そこに天井から循環した水が流れるように仕掛けを施しています。会場ではこの地域で行われる火町という祭りで創上される祝詞が流れ、清らかな空気に包まれています。さて、次の作品が歌津エリア最後の作品です。時間はギリギリでしたが、なんとかすべて巡れそうです。到着しました。三好商店さんです。こちらの元靴屋さんで作品が展示されています。ここにはシガリット・ランダウさんのもう一つの作品があります。かつて靴屋さんだった家を活用しており、作品には靴屋さんらしく、ブーツやスニーカー、サンダル、子供靴など、すべての作品が靴に関するものです。靴の作品の方が元の素材のカラーや形がはっきりしていて、本当に視界で結晶化させたんだなぁと感動します。歌津エリアは塩という日常的な素材が作品を通じて時間や歴史、そして人と土地のつながりを語りかけてくるという歌津ならではの静かで深いアート体験が印象に残りました。ご視聴ありがとうございます。次回の瀬戸内国際芸術祭は、ついに最後のエリア、アートなトレッキングを楽しめる高見島に行ってきます。世界の現代アート巡り。私たちは世界の現代アートを巡る旅をしています。今回は瀬戸内国際芸術祭秋会期に行ってきます。おはようございます。瀬戸芸秋会期3日目です。今日は最後のエリア、高見島に行ってきます。高見島行きのフェリーは多度津港から出港しています。高松市内から約1時間で到着しました。今日の天候は雨予報。現在の気温も14度と、10月にしてはとても肌寒いです。なので今日はパーカーと極暖を着込んできました。ちなみにこの刺繍は瀬戸芸公式グッズでアイロンでつけてきました。高見島行きのチケット売り場は瀬戸芸期間限定っぽいコンテナで販売していました。今回は11時の臨時便で向かいます。高見島行きのチケットを購入。往復で950円でした。出港時間までまだ少し時間があったので、多度津港にあった瀬戸芸案内所に向かいます。こちらの案内所は朝の8時から2時までオープンしています。ここに来れば高見島の情報を事前に予習できそうです。瀬戸芸案内所で高見島のガイドマップをいただきました。船の中でじっくり読み込もうと思います。高見島行きのフェリーが到着したので早速乗り込みます。この天候のせいか少し空いてる気がします。雨の中でのアート巡りは春会期の小豆島以来です。今回の船は新渚2です。車を乗せることができる定員95名の割と大きな船です。多度津港から約35分、高見島に到着です。高見島は面積 2.35 平方キロメートル、人口は25人の小さな島です。港近くにインフォメーションがあります。ここでフェリーやお食事処の情報を得ることができます。そして高見港に降り立つと、まず目に飛び込んでくるのが内田晴之さんの作品メリーゲーツです。実はこちら土台の三角部分に磁石を使い、風が吹くとゆっくり上下に揺れるように作られているんです。高見島では到着してまず総合受付に向かいます。こちらでパスポートを提示します。受付が済んだら早速アート巡りスタートです。まずは受付横にあるこの坂を登ります。高見島は坂が多いため歩きやすい靴で来るのがおすすめです。登ってみると結構急斜面ですが頑張って登っていきます。
到着しました。旧高見小学校です。ここに私たちが楽しみにしていた作品があります。それがこちらの作品、エイリアンフードです。この作品はエイリアンイコール外来種という意味から始まる食と環境をめぐるアートプロジェクトです。ここではなんと作品を食べることができるんです。2階に登ると展示室と食事処があります。窓には高見島にいるエイリアンのシルエット、外には瀬戸内海の景色が見えます。早速ここでカレーをオーダーしたいと思います。どんなカレーが出てくるのか楽しみです。カレーを注文したらステッカーをいただけました。受け取り口の前に高見島のエイリアンを使ったソースとスパイスが置いてありました。せっかくなのでどちらもかけてみようと思います。エイリアンカレーが来ました。程よいコクとスパイスが相性バッチリでとても美味しかったです。普段は雑草として扱われるエイリアンもお茶として美味しくいただくという不思議な体験ができました。カレーに入っているスパイスについても展示されています。他には様々な外来種について語られ、ユーモアと社会性をバランスよく持ちながら島の自然をしっかり味わうことができる記憶に残る展示となっています。お腹もいっぱいになったところでアート巡り再開です。高見島は平地が少なく険しい斜面に家が立ち並び、石垣が自然石の乱れ墨でできているなど、島独特の佇まいが残っています。小学校から険しい道を歩いて2分、到着しました。こちらの古民家に3人のアーティストの作品が展示しているみたいです。一つ目の作品は、母屋の隣にある離れにあります。谷本真理さんの作品、Stepping Stones of Memory Let's Things Letter です。この作品は高見島の記憶をテーマにした陶器を使った2部構成のインスタレーションです。谷本真理さんは日常にあるモチーフを陶器に描いたり形作ったりしながら、そこから連鎖してくる記憶のつながりを可視化する作家さんです。まるでかつてここに住んでいた人たちの記憶が今も小さく息づいているかのような佇まいです。もう一つの作品はこちらの母屋に展示されています。泉東子さんの作品 The Days When You Said You Are Okay and the Thing About the Boat です。この作品は高見島の中塚邸に展示された大きな和紙作品です。板に和紙を貼り、そこへ墨と顔料で描かれていて、静けさとドラマの両方を感じさせる絵画になっています。今回は島の港で見た三帆船が出港する瞬間の写真と、リサーチ時に案内人がつぶやいた三帆は雨の日も嵐の日もどんな時でも海に出たという言葉から、かつては行方にも繰り返されたであろう小舟とそれを見送られた人々の光景と感情をイメージし、大きな画面に描き出しています。そして2階には橋本雅恵さんの作品、死因と海も展示されています。屋根裏の暗がりに木と土からなる作品を展示しています。高見島には両母製の墓地があり、肉体を埋葬する墓と人々がお祈りするための墓とで分かれています。かつてその墓地のすぐ脇に産屋があったと聞いた作家は、死者と赤ちゃんという両極が隣接していたことに、形を持つ以前の存在が深く海の底で繋がっているようなイメージを持ったらしいです。窓から差し込む光と与えられた影が形を浮かび上がらせていきます。次の作品はこの古民家の中にあります。この扉の向こうに想像もしてなかった作品がありました。こちらの作品は村田のぞみさんの作品、真名裏の景色2022です。天井や床、壁の間に張り巡らされたこの無数の細い線は、光を受ける角度によって見えたり消えたりします。暗さに目が慣れていくと、ぼんやりとしていた線たちが少しずつ立体の形を持ち始め、家の奥から浮かび上がってくるように見えます。タイトルの真名裏という言葉は、まぶたの裏側を意味します。目を閉じた時に浮かぶ曖昧で揺らぐ光景、その中にある島の風景、家の記憶、人の気配、作者はそれを線によって再現しました。次はこちらの古民家です。浅井祐介さんの作品、土を組むです。私たちの動画に何度か登場している浅井さんの作品。浅井さんはその土地の土を使って作品を作ります。今回は高見島の土を使い、着物のような立体作品を展示しています。
実は高見島アートトレイルにも浅井さんの星屑の子供たちという作品があり、小さな陶芸作品が島のあちこちに展示されています。宝探しのようでとても楽しい作品でした。次の作品は高見島のアート作品の中では一番山の方にあります。細い階段と山道を進んでいきます。高見島アートトレイルは瀬戸内国際芸術祭実行委員会が主催の現代アートプロジェクトです。高見島の集落には急な坂道や細い階段、道が多く、トレッキングのように歩きながら作品を鑑賞するスタイルで、山側には石垣、海側には屋根や木々があり、自然と集落の風景を感じながらアートを楽しむ設計になっています。到着しました。こちらの大きな古民家に2人のアーティストさんの作品があります。小枝茂明さんの作品、花の声、心の家です。展示場所はかつて女中菊の栽培で栄えた時代の名残をとどめる古い民家、女中菊の家。ここに入った瞬間から花の色、匂い、昔の暮らしの痕跡が重なって、まるで島の記憶の中を歩いているような感覚になります。大きな襖いっぱいに花が広がり、花の色彩は大胆で力強く、同時に少し懐かしい気配をまとっていて、高見島を歩いていてふと見つけた野花のようにどこか生活に寄り添う美しさがあります。そして2階へ上がると作品は時間というテーマへ移っていきます。西山美奈子さんの作品、メルティングドリーム、高見島パフェ、名もなき女性たちに捧ぐです。この作品は高見島の静かな古民家を舞台に見えない存在だった女性たちに光を当てるインスタレーションです。西山さんは高見島の歴史の中で語られることなく消えていった無数の夢を甘いパフェと溶けていく形で表現しています。この作品は華やかというより美しさの中に強い悲しみとリスペクトがあるアートです。鑑賞者は見えているものだけが物語じゃない名もなき人たちの人生の層を想像してみてという優しくも鋭い問いを受け取ることになります。少し雨が強くなってきました。高見島は坂や階段が多い分、上から眺めることができるので、晴れた日はもっと絶景が見られそうです。次の作品に着きました。先ほどの作品から歩いて1分のこの古民家の中に作品があります。こちらの作品は藤野由美子さんの作品、果実の同居です。床の間、屋根裏、そして梁といった家の骨格そのものを活かしながら、そこへ日本画が差し込まれるように展示されています。描かれているのは島に残されていた急須や茶碗、手紙の断片、庭に咲いていた草花など、絵の中では時代も場所も異なる者たちが同じ画面の中でそっと寄り添うように並んでいます。2階に上がると屋根の形に沿って配置された絵が梁と交差しながら広がっています。まるで家そのものが昔の記憶を絵として吐き出しているような、そんな没入感を感じることができます。次の作品に向かっています。歩いて約5分、作品に到着です。たくさんのポストカードが並ぶこちらの作品は、バンカート9029プラス PH スタジオの作品です。作者は島の家を訪ね歩き、窓越しの海を写真に撮影し、ポストカードにして展示しました。一つ一つ見ていくと、同じ高見島でも時間や季節、場所によって変わる瀬戸内海の景色を見ることができます。なんとこのポストカード1枚持ち帰ることができるみたいです。たくさんある中でお気に入りの1枚を探します。私たちはこの1枚にしました。そしてなんとメッセージを書いて高見島郵便局へ行くと、高見島のスタンプ付きの記念のポストカードを送れるそうです。せっかくなので瀬戸芸全エリア制覇を記念してそれぞれ両親に送ることにしました。高見島の険しい坂道、細い道の難関にある作品を見終えて海岸線まで降りてきました。今日は雨だったので滑りやすくめちゃくちゃ大変でした。奥に作品が見えてきました。あの白い灯台のようなものが作品みたいです。大室祐介さん設計、中谷美智子さんの鳥のための塔です。この塔の内部には羽ばたく青い鳥が漆喰の壁に埋め込まれています。粘土で造形した原型を石膏で型取りし、目型に樹脂が流し込まれています。青い鳥の存在を閉じ込めると同時に永遠に広がる世界を内包し、
見る人を一人ぼっちにする八角形の海辺の塔です。次の作品は高見島の港付近にあります。なので港へ戻ろうと思います。途中に高見島郵便局があったので、先ほど書いたポストカードを送ろうと思います。この辺を押しますね。高見島のスタンプを押してもらえるので、いい記念になります。受け取った方々も喜んでくれると思います。郵便局にも寄れたので、残りの作品を見に行きます。港を通り過ぎた住宅地の方に向かいます。そしてアート巡りも終盤。雨も上がってきました。今日はやっていなかったですが、この近くでタコ天も食べられるみたいです。到着しました。港から歩いて2分。こちらの立派な古民家に高見島最後のアートがあるみたいです。早速入場していきます。中島かや子さんの作品、時の降る家です。中に入ると、まず目に飛び込んでくるのは、家の外からまっすぐに差し込む光。この家を貫いているのは透明のアクリル板です。アクリル板は、外の世界と家の内部を貫き、そこから差し込む光が、室内の暗がりをすっと切り裂きます。古民家の薄暗さとアクリル板から漏れる光が、見る者に時間とは何かを問いかけてきます。高見島の緩やかな時間がアートによって再び息を吹き返す瞬間でした。作品を見終えたので、近くの喫茶店でコーヒーを飲みたいと思います。なんだか実家に帰ってきたような安心感のある空間で温かいコーヒーを飲み、冷えた体も温まりました。ごちそうさまでした。そろそろフェリーの時間が近づいてきたので、港に向かいます。春会期からあっという間に時間が経ち、全エリア制覇の達成感と寂しさをかなり感じています。15時50分発のフェリーで帰ります。フェリーが来ました。次に来るのは3年後かな。秋会期で初めて巡った西之島。どこも景色が良くてとっても楽しかったです。フェリーで約30分、多度津港に到着しました。これにて僕たちの瀬戸内国際芸術祭2025は終了です。今回も全作品制覇とはいきませんでしたが、3年前に達成できなかった全エリア制覇をついに叶えることができました。島々で見た景色、触れたアート、その一つ一つがアート巡りを豊かにしてくれました。3年後は必ず全作品制覇を達成したいと思います。ご視聴ありがとうございます。次回の瀬戸内国際芸術祭は、閉幕にふさわしいアーティスト、切腹ピストルズに会いに四国村に行ってきます。世界の現代アート巡り。私たちは世界の現代アートを巡る旅をしています。今回は瀬戸内国際芸術祭秋会期に行ってきます。おはようございます。瀬戸芸秋会期最終日です。今日で瀬戸内国際芸術祭は閉幕です。今回は閉幕に開催するイベントに参加するために、屋島にある四国村ミュージアムにやってきました。高松駅から車で約20分、割と街の中にある高松の博物館です。ここで僕たちの会いたかったアーティスト、切腹ピストルズの演奏があります。瀬戸芸に参加して初めてのイベントです。イベントに参加するために四国村ミュージアムの入村チケットを購入します。こちらの窓口で購入できます。瀬戸芸パスポート保有者は600円引きでチケットを購入できました。チケットにはコーヒー割引券もついてきます。本日の天候は曇りで、朝は雨が降っていました。思ったよりも過ごしやすい気温です。四国村ミュージアムは四国各地から集めた古民家や歴史的建物を移築し保存している野外博物館です。一気にタイムスリップしたかのようなこのかずら橋も実際に渡ることができます。今日は雨で濡れていたのでよりスリルが増していました。歩き続けていくと切腹ピストルズの看板らしきものが見えてきました。さらに進んでいくとチラシを配っていたのでいただきました。なんと演奏の前に寄席をやるみたいです。早速寄席の会場に向かいたいと思います。演奏のみかと思っていたのでかなり楽しみです。会場に着きました。ここでおよそ1時間半の寄席を楽しみたいと思います。寄席は総隊長のご挨拶から始まり、語りや芝居、漫才などを楽しめます。今回はその中からご挨拶とぶっつけ屋台の漫才をお見せしちゃいます。
お久しぶりでございます。本日は雨の中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。何年ぶりでしょうかね。切腹ピストルズ寄せというのを昔よくやっておりまして、今日は久々に、勢揃いして、なかなか普段見れない奴らもご用意しております。もうよりすぐりの奴らを本日はご用意して改めまして、ぶっつけ屋台です。ぶっつけ屋台。お願いします。もう、楽しい時間は過ぎ去るのが早いもんで。あっという間ですね。ね。はい。私たち鳥です。恐れ多い最高です、もう。恐れ多いです。この後もうね、もうあと、もう数時間後には、はい。もう閉会式。という間ですね、閉会式まで。もう寂しい。長かったようで。短いようなね。短いような。もう、いや、もうね、僕はもう短い。ね。短い。あっという間に。短すぎる。あっという間。あっという間に今日寂しい。この場に来ちゃいました。帰りたくない。もうね、うん。何香川県民になりかけてるね。なりかけてる。もうなりかけてるね。いや、もうここまで来てるね、もう。ここまで来てる。もうこんぐらいでももうちょっと。帰ることになるね。もうちょっとだよ、もうちょっと。そう。寂しいよ。寂しい。まあ、寂しいですね、本当に。まあ、とは言っても、まだ終わってないんでね。まだ終わってないですよ。まだ終わってないんで、最後まで楽しむのが、遠足ですから。そうです。遠足はね、最後まで。まだ。楽しむ。そう。ね。なんでよろしくお願いします。ぶつけ屋台です。改めましてね。お願いします。ぶつけ屋台です。もう、本当にぶつけ屋台という、字のごとく、もう、ほぼほぼぶつけですから。畜生この野郎です。どうもですから、どうも。どうもですから。いや、どうもだよ。ね。でもあなたはい初めて四国。はい。どうでしたどうですかいや。いろいろ、初日、どこ回りました初日でした。どこ行ったんだろう伊吹島っていうね、綺麗な島。1日目でした初日 ?1 日目、伊吹島だっけなんで違うとこ行っただっけそうだっけ俺だっけかな違うとこ行った。どこ行った伊吹島か。違ういや、そうだな。いや、いろんな方々行ってるから、どこがどこの島なのかちょっとね、伊吹島か。そうか。伊吹島やな。伊吹島。いいんだよね。そうだ。はい。伊吹島、行きました。はい。まあ、いろんな人見送ってて、どんちゃんは、我々もうそれしか脳がないですからね。どんちゃんね、見送りしてただけですけども、伊吹島でね、美味しい、そう。お弁当、いただきました。ね、島の人たちにいただいたお弁当がね、美味しかったんですよ。美味しかった、ほんと美味しかった。うらら弁当。うらら弁当。いただきましたね。合ってるよね合ってます。間違ったしてる。うらら弁当。うらら弁当だ。合ってます。伊吹島と言ったらうらら弁当ですよ。そう。うらら弁当、ご存知の方おるかもしれないですけどもね。伊吹島の言葉でうらら、私たち、という意味らしいですよ。で、うらら弁当、私たちが作った弁当、その島のね、美味しいものをね、使って作ったお弁当をね、いただいたんですけど、美味しかったな。美味しかったですよ。まあね、何回も言いますけどね、美味しかったですよ、あれは。あれは美味しかったよ。いりこ飯とかね。うらら美味しかった。うらら美味しかった。うらら寂しい。そういうことうらら寂しいです。うららまた痛い。まあ、帰りたくないですよ。うらら痛い。何うらら、愛してる。愛してる。はい。だって、そういう意味でしょ私たちっていう。愛してる。うらら恋しい。とか使ってるんでしょうね。私たちって。そうでしょなんか、泣きそうな顔してるんですよ。いや、そうやんだって。最後よはい、最後。最後。はい。これ、はい。3年後。はい。あるけども、あるかもわかんないけども。3年後ですから。まあ、そうですよね。もちろん。とはいえ。次は3年後。3年後、うらら3年後、
まだ来たいですよね。会いたいもちろん会いたいですよ。うん。またうらら弁当をいただきたい。ぜひ、3年後も食べましょ食べましょう。ね。うんいや、ぜひぜひ3年後もね、うん皆さん来てくださいよ。う。よろしくお願いします。もっとたくましい姿で、はい。来ます裏の。大丈夫かな、このいやいや、裏のたくましくなる。はい。来る。はい。ね。まあ、あと、イブ記事も行きました。行きました。あと、次。はい丸亀港から、はい。今日行って、はい。本島や本島やはい。本島本島来ましたよ。行きましたね。はい本島でもね、もう私たちもう、どんちゃんやるしかないですから、まあ、いや、みんな見送っただけなんですけど。いや、本島もいいとこだった。いいとこでしたよ。もちろん。江戸の名残がね、うん。ある街並みがまだ残ってましたね。そうですね。ああいう、本当にね、よかった。うん。あそこで演奏できたのも、うらら嬉しい。まあ、島変わってますけどね。そうだな。うらら嬉しいですよかった。すごい、あそこはね、よかったね。あれはもうなんかね、違うように聞こえた。あそこで本当に。うん。違ううららだった。大丈夫あ、行ったうららだった。じゃあ、はい。行った本島。はいはい。次。はい。本島来ました。はい。来ました。そうやな。きつねさんが言った、指導行きました。野寺も行った行きましたよ。順寺行きましたよ。お遍路やらさせていただきまいしたた。だきましたね、お遍路。あそこでの演奏もね、よかったなまあね、まだ早い時間にもかかわらずね。そうお寺の前にね。これはね、ぜひ、この場を借りて、言いたい。本当に、セットクリストルズ、江戸一番隊ね、本当嬉しいことに、いろんなお寺さんとか神社さんとかで、本当やる機会が多いんです。本当ね、やらせてもらってて、そういうとこでやるたんびに思う。はい。なんやろな、ライブハウスとかでやるとさ、はいまあ、俺なんかは冬だから、はいこうできるやん。はい、行きますね。できるんよノリノリでね、うんはい、やってますよね。だけどね、はい、やっぱそういうとこでやると、はい。もう恐れ多くて。そうですね、まあね。うん。神様、仏様です。そう。だから、こうなる、わかるまあね、なるんよ。腰低くなりますよね。そう。はいはいはい。わかりますよ。すいません。まあ僕なんかもそうです。失礼します同じです、同じです。太鼓叩いてもね。そう。失礼します。はいはい。失礼します。ありますね。最初はね、最初はそうなる。はい絶対なるんよ。俺そういうとこでやると。うんうん。すいません。申し訳ないです。で、まあ、やって、もうこんぐらいかな。はいはいはい。ぐらいだな。あんなもうライブハウスできない。できない。間違ってもできない。できない。それやってるうちに、はいはい。やってるうちにね、うん。聞こえるのよ。この、うん。弘法大師様のうん。声が。聞こえてきた。こう、聞こえる。はい。なんて聞こえてきた。ええよ。もっとやってるよ。弘法大師様が、うん。空海さんが、やれ、ええよ。もっとやれと。もっとやってくれよ。遠慮するな。行きたいね。やってくれよ。もっとやっちゃえと。そう。気にせんな。徐々に、こう、うわーって今日来て、うんうんうん。ほんまでっか。はい。もうそういう感覚なんですよ。わわかるかな。そう。まあでもまあその会話をしてそうなるってことですね。そう。うんで、最後はもう、ね、高校の人も一緒に、こう、踊るんですけどね。なっちゃうの。不思議と。はいはいはい。俺だいやけかな。嬉しいですね。俺だけいや僕は思ってますけど、うん一緒に小坊大師さんも騒いで踊ってくれたら嬉しいなと思いますけどね。思うよね。やっぱりちょっといつもとは違うでしょ、ああいうとこでやると。いや本当に違います。確かにね。うん。この清らかに、はい。こう、やっぱり、行きますから。そうですね。で、指導寺行きましたよ。行きました。はい、白田、はい、今日、伊吹島、
本日の石出でが来ました。はい。これね、まだね、ネタ入ってないですから。何やねん。長いねん。長いんか。でも、知りたいやんか。まあね。こう来て、今があるねんっていうな。ね。じゃあちょっと早めに行こう。やぐり寺。行きましたよ、ヤグリ寺。行きましたよ。はい。あそこでも演奏したな。しましたよ。はい。した。同じ気分、同じだった。俺はシドレラだ、差はつかないよ。はい差はつきひん。それはそうです。それはそうです。同じ感覚やったよ。やっぱり、すいません。一緒にいません。よろしくお願いします。まだネタいかないんで。なりましたね。なったね。はい。で、それで、そう忘れちゃいけない一番隊の醍醐味でもあるはい。我ら方々行ってます。はい。結局、海外も行ってますわ。行ってますね。はるばるね。行った。はい。行ったら絶対に、やっぱりその場のね、美味しいものを食べたい。申し訳ないですけどね。やっぱ食べたいよ。ちょっと、それね。だいぶ食べたい。目的。そう。ありますよ。はい。食べたいだろ？食べたいです。ここもちょっと言わして。ここも言わしてくれ。お力、ほんと使わせてくれ。我々、いろいろほぼ行ってます。海外もいろいろこれは今年か？今年の話や。パリ。行きましたよ。行った。はい。ロンドンも行ったな。ロンドン、去年かな？行きました。海外も行きましたけど。いやもうこれだけはやらせてくれ。はい。日本食が一番や。一番美味しい。思うやろ？思う。それはそうです。ほんと海外の人、ごめんな。ごめん。ほんとごめんなさいだけども。ごめんなさいですけど。日本食が一番うまい。それは僕も思います。日本食ね。これは。やっぱり美味しい。もう本当にもうそれだけで幸せや。そうっすね。思うでしょ？ほっとします。思うでしょ？だしの味。どう？味噌汁とかも。これもちょっとごめんな。はい。押してるけど言わしてくれ。はい。これ、ロンドンの時かな。ライブハウスで。ライブハウスのおっちゃんが。この辺で一番人気のあるお店の料理だから、食えって。持ってきてくれた。覚えてるか？持ってきてくれたの。何でしたっけ、それ。みんな腹減ってるから、この辺で一番うまいと言われている、人気店のやつだから、ぜひ食ってもらいたい。何でしたっけ？持ってきたの。ね。食ったの。ね。ごめんな、おっちゃん。ごめんな。全部辛いね。辛かった？全部辛いね。酸っぱいね。スープは美味しかった。辛いね。まあ。だけどこれ、やっぱりね、ありがたくいただかないといけないから、食べるわけです。ね、江戸一番隊残したらあかんよ。そりゃそうです。食べなあかん。残したらもらったものは、やっぱり礼儀として食べなあかん。ね、口には出さないです。全部辛いやん。ね。確かに、味濃いのは多かったかもしれないですね。やばい。辛い。これ、とってもじゃないけど、僕なんかね、演奏、これまともに使って演奏できるかわからん。辛かったんですよ。ね。でも食いますよ。頑張る。俺頑張った。残さない。だけどみんな、離れてくる。大丈僕だと食えよ。お前も離れてったぞ。みんな徐々に離れてる。大丈夫？腹減ってんだろ？なあ、食えよ。おい、ちょっと待てよ。おい、マジかよ。俺一人で頑張って食ってたんや。食ってたんよ。そうですね。すいません。ゆっくりながらも食ってました。そりゃそうですわ。残したらあかん。てか、おっちゃんが持ってきてくれた料理を。そうですね。そしたらもう演奏間近や。やばい、ちょっと演奏ちょっとわからんかもしれない。でも食べきれん。一人のスピードじゃ食べきれん。そしたらもう最後もう、大将もう、いいよ、持ち帰ろう、これ。持ち帰ろう。いいよ。
もう腹の中入ってんねはいはい。ん。どうすんの？頑張ったの？まあ、それはそれでいいじゃないですか。最高なパフォーマンスで臨みたいんねん。演奏。どうしてくれんの？まあでもそれはエネルギーとなるんじゃないですか。もう吐き散らかしてやろうかいと思ったけども、はいはい。ね、はいまあそういうことがあったんです。まあまあまあ、もうちょっと言わせてもらっちゃったんですけども、はい。まあ、日本食美味しい。はい。美味しい。そこで、そこで、ちょっと、それました。はい。ください。どうもうどんは吹けだよな、おい。香川と言ったらな、三木浩二でしょ。ありがとうございました。ピストルズよけ、伊藤でございます。この後、上の広場で演奏をやりますんで、皆さん、よろしくお願いいたします。よっ。行きましょう。
日本狼の担当。こちら四国村切腹ビストロズ村にお集まりの皆様の無意識にステラチ参上つかまつ。切腹ビストロズ村に野生の叫び、破壊の破壊、徹底的な祭りを奏でる。ご視聴ありがとうございます。次回の瀬戸内国際芸術祭は
瀬戸内国際芸術祭2028。また3年後に会いましょう。このチャンネルは世界の現代美術館の情報を配信しています。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。